結構交流広がっていいと思いますよクラクラみんな楽しんでる人がこうやって集まれるのはいいことだと思います。今回ですね、すごいたくさんの方来ていただいて楽しい、時間を過ごさせてもらいました。また第3回があると知れば皆さんぜひ来てください。クラクラ最高です。クラクラが好きやー I love クラクラということで世界一クラクラを愛する男クラクラチャンネルのケースケです。お願いします。そしてスーパースタイルのダリアンです。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。今日はどういった集まりなんでしょうか。今クラクラチームのプロチームのトライニングが来日してるんですけど、いうことでやっぱり今回彼らと話を聞いてみたいと思います。あ、すごいですね、それは。じゃあ呼びましょうか。あ、本当ですか。じゃあ先生お願いします。お願いします。あー、本物だ、本物だ。日本やってきてこう楽しいですか。日本の印象どうですか。 We like it very much so far. I mean, we have only met very nice people, especially around here from the Clash of Clans community. And we were out in the city already for a bit, and it's been amazing. We don't have such great and large cities in where we come from, so it's just amazing to be here. ああ、それは嬉しいですね。嬉しいですね。そう言ってもらえてね。それではまず最初にトライブゲーミングは一体どういったチームなのかちょっと聞いてみようと思いますが、トライブゲーミングってどんなチームなんですか。 So as you can tell, we are some traditional German-speaking players, and we know each other for over 3 years. We've played together a long time, and we also met in person often before. 長いですね。長いですね。それだけやってきたから、やっぱ絆が固いんでしょうね。チームのオーナーは YouTuber の有名なチーフパットさんですね。Yes, that's correct. He contacted me first when the announcement of the World Championship was out there, and we were talking about the possibility of us signing to Tribe Gaming, because before that we were Dark Looters. So it was a really risky step for us because Dark Looters was really famous. Right. Yeah, but at the same time we wanted to try to push Clash of Clans into this esports direction, and I think so far it looks really good. 今 e スポーツ化がすごい進んでて、でもやっぱり一番もう初めにこうプロチームが生まれたっていうので、すごい感動した覚えがありますからね。プロになって変わったことってありますか。 Not much changed really. We're still playing the game like we played before, but obviously we need to perform to represent Tribe Gaming as good as possible, and are also trying to do that. I think being a professional player in Clash of Clans is all about the routine that you have to like practice your attacks, at the same time practice your base building, testing your bases, and at the same time once again trying new stuff, because when you're one step ahead when it comes down to strategies, base building, etc., you're always ahead in those tournaments. That's a really huge step. でやっぱり世界一を目指してるからほらいっぱい修行しなきゃダメでしょ。練習とか配置作りとか、はい、プレッシャーもすごいんですね。すごいでしょうね。なんか飛んできましたよちょっと。なんかついてますよこれ。何これ。手紙？手紙っぽいですね。誰から？ちょっと読んでみましょう。果たし状トライブゲーミング殿。やいやい、世界初のプロチームだかなんだか知らねえが、のこのこ日本にやってきやがって、ずいぶん余裕ですこと。そんなあんたらが本当に強いのか、俺たちが確かめてやるよ。天狗になってるその花バッキバキにへし折ってやる。日本のクラクラプレイヤーも負けてないんだぜ。大和魂見せてやるっていうなんか果たし状
トライブゲーミングに対しての果たし状をやってきてますよ、ダリアンさん。誰だろこれ誰がこれ全くもう謎しかないですよ。いや、もう何誰忍者何誰急に何ちょっと顔をね見せてくんないと分かんないんで。マスク取ってちょうだい。そう、マスク取ってくださいよ。誰あんたら。まさかクイーンウォーカーズが今日何しに来たんですか。手紙にも書いてあるでしょ。トライブゲーミング倒しに来たんですよ。そういうこと。もう危ねえよ、そもそも危ねえよ。俺に当たったらどうすんだよ。こんな狭いところで。ということでちょっとクイーンウォーカーズがなんか急に乱入してきたんですけれども、まあせっかくなんでちょっとクイーンウォーカーズにも話を伺ってみたいなと思います。はい、ということでね、クイーンウォーカーズがねやってきたっていうレベルじゃない、もう乱入っていうレベルでもう来たんで、クイーンウォーカーズは果たしてどんなチームなのか、ちょっとゆうたどんなチームなの説明お願いします。はい、世界一になるためにはぐれメタルの城と GS というクランで2つで連合を組んで世界一を取るために作った新しいクランです。そうもう日本ではもう有名プレイヤーでね、こん中だったら俺のが一番うめえかなって思ってる人いるみんな苦笑いだみんながみんな一番うまい日本人のいいところですね。クイーンウォーカーズってやっぱりプロっていうわけではないじゃん。でもうトライブゲーミングに対してこう憧れとかあったりする？そうですね、さすがにプロっていうのは憧れはありますね。でプロチームもどんどん増えてて、で世界大会でもほとんどプロが活躍しているので憧れますね。やっぱり憧れ、でもそんなプロチームぶっ潰してやろうとかそんな風に思って今日来たっていうわけでしょ。そういうことですね俺たちだってプロには負けてらんねえよっていうトライブゲーミングがクイーンウォーカーズ6月予選勝ち抜いているのを見てどんな印象を受けました？ Well, they look scary, that's for sure. And we've seen them compete in the qualifier, and we were impressed by their attacks. They are also very high in the Legend League in the game, so we think they are one of the best teams in the world, and we have much respect for them. コワモテって言われてるけどそんなコワモテですかね怖く見えるんですかねエレンがコワモテだから。いやでもすごい褒められてユータ的には気分悪くないですか？そうですね、こっちからしても憧れのチームにこうやって褒められるのすごい嬉しいですね。いやただちょっと待ってね、挑みに来たんだよね、トライブゲーミング。そうですよ、早く戦わせてくださいよ。はい、というわけで、バトルをしていくんですけども、ルールはですね1対1のフレンドリーチャレンジの形式で行っていきます。お互いが用意した村ですね、こちらをね交互に攻めてもらって多く星をゲットした方が勝利となります。そして負けた方にはですねなんとクラクラにちなんだ今回は罰ゲーム用意しておりますんでね、皆さんねタダで帰れると思わないでくださいね。気になる対戦カードはイブチェック VS アーサンとなっております。イブチェックさん、今の意気込みはいかがでしょう？ Yeah, good luck to our Japanese friends and let's have some fun. さあ、ということで見ていきましょう。編成はこれはクイヒンのペッカボーラー編成になってますね。これをどの角度から入れていくのか、そしてロックボマー突破兵器ですね使っておりまして、でおっとこれは来ましたね、ウォデヒですね。最近結構使われております。このウォーデンを、にヒーラーをつけることによってサイドカット、さらに射程の長さを生かしてマルチインフィオタワーなども狙っているかもと思われますが、さあどうでしょう。ここからしっかりとサイドカット、施設のカットを行っていきまして、どこにジャンプを打っていってインさせていくのかが気になるところではあります。しっかりとゆっくりと時間をかけて30秒と結構サイドカットに時間をかけておりますね。でおそらくこれは9時方向ボーラーなどでカットもしているので、ジャンプインとしてはここのアーチャータワー区画になってくるかなとは思いますが、さあどうだ、来ましたね。ペッカを出していって、これはウォーで引っ張られていくか、引っ張られるかどうか。おっと1走目はウォールブレーカーで壁開けを行っていきましたね。でここでしっかりとペッカボーラー出していってボーデンをしっかりと誘導させていきました。
でアーチャークイーンバーバリアンキングを随時投入していって、ここからさあ2走目に関してはジャンプインをしていって、これは進軍としてはだいぶスムーズに進行しておりますが、ただこれギガテスラの方にボーラーアーチャークイーンがしっかり向かっていってくれるかどうかが鍵になってきますが、タウンホールはしっかりと落とすことができるのか。いやちょっとボーラーたちが焼かれてしまいましたね。いやただこれはロックボマーはしっかりとギガテスラに向かわせることによって星2以上は安定して取っていくような、そんな狙いが見られます。でもロックボマーもここで弾けてしまった。であれよあれよとギガテスラの方を見ていたら、中心部隊バーバリアンキングペッカたちがしっかりと進行していって、ロックボマーが出てきたバルーンたちは落とされてしまいましたが、ただまだバワーキンアーチャークイーンが能力を残した状態でしっかりとパーセンテージを稼いでますね。このマルチインフィノタワーを折るとだいぶでかいですね。でペカヒーの形になっているんですけども、いやただ空のスケルトンによってヒーラーたち全てやられてしまいました。でしっかりと、8時方向に関してはヘイストバルーンなどで施設のカットを行っていっておりますが、パーセンテージ的には星2の 60%70% 台まで伸びていくのが気になるところではあります。どうだバーバリアンキングが落ちてしまった。そしてペッカとアチャクイがまだ能力を残していて、パーセンテージはまだ伸ばしていけそうですね。でしっかりとこっちの方向アーチャーやパーティーウィザーでパーセンテージ稼いでおりますが、ただもう大砲の範囲内に入ってくるのかもしれないので、ちょっとここはパーセンテージの伸びは期待できません。あとはこれクロークを打つタイミング気になるところではありますが、無限に壁を殴っておりますアーチャークイーン。どうだこれここでたまらず赤ゲージになったのでクロークを発動していってパーセンテージを稼いでいきます。まだ伸びます。 70% 台までなんとか乗っていきましたが、どうだ 71% のしっかりとこっから 72%73% とおっとまだパーセンテージを稼いでいく。これはだいぶ伸びるぞ。 80% 台まで伸びていくのかどうか。初見でタウンホール12のアタックで 80% 台取ることができるとだいぶ大きなアドバンテージにはなってきますが、どうだ迫撃飛行の火力がやっぱり上がっていたので、ここで、星2の 78% でナイスアタックでした。さあアースさん意気込みは？いや絶対前回取ってみせます。おおこちら配置に関しては真ん中にあるような、タウンホールが真ん中にあるようなタイプですね。で面白いのがイーグル砲が外に出ている、そういった面白い配置になっておりますので、これをどのように攻略していくのか見ていきましょう。これはイーグル砲を外に出しておいて、実はトラップがいっぱい仕掛けてあるような、そんな配置の感じがありますね。まずはバルーンを出していってトラップの確認をしていきながらアーチャークイーンにヒーラーをつけていきました。そしてボーラーを出していってあらかじめせずのカット、サイドカットを行ってますね。でバーバリアンキングを出していって金庫をカットしていきます。どうだこれアタックイはこれは上の方向に回すようなそんな予定ですかね。でバーバリアンキングでしっかりと相手のアーチャークイーンに寄っていってのアタックイ処理完了していきました。で援軍も釣れたので、これ火力が薄くなったところで相手の防衛援軍ラバーハンド処理できると大きいかもしれませんが、さあどうだここに来てホーミンがヒーラー1体引っかかってしまって、でここでさあ火力の高いところで援軍処理になってしまう。ここでたまらずクロークを使わされてしまったのが少し大きいが、ただ火力はまだ高い、火力はまだ高いのでこれはちょっと苦しい展開になってきているのではないでしょうか。さあどうだ火力はすごい高いですけども、レイジをまたまた積んだに使っていくんですけど、やっぱりアーチャータワーそしてクロスボウカーの火力には耐えられそうになかったので、2発目のレイジとフリーズを使わされてしまいました。でただまあイーグル砲をしっかりと折ることができて援軍処理はできたので、あとはこのイーグル砲区画をなんとか乗り切ることができればあるかもしれません。さあしっかりと施設のカットを行っていって、その間に12時方向はアーチャーやガーゴイで施設のカットを行っていって時間切れの防止を図っていきます。どうだこれはクロスボウさらに、いやきついですね。やっぱり第1のクロスボウ射程が長いし火力も高いのできつくなってきたので、最後のレイジを使っていきました。そしてここからホグライダーを4時方向から展開していきながらウォールバスターを出していって壁開けを狙っているのか、まだホグパートをスタートさせていきません。しっかりと周りの施設を、削っていきながら、ここでちょっとトルネードトラップ引っかかってしまうのが相当きついぞ。どうだここから全開まで見えるのか。もう残り時間1分を切りそうなところで、ここに来てウォーデンはすかさず出していって、ホグライダーですね投入、施設のカットですかね。ホグライダーはまだ全部は出し切っておりません。でここに来てようやくウォールバスターがギガテスラに起動していったので、アースクエイクを落としていって、でここで、ペッカアイスゴーレムでしたね。しっかりとタウンホールを落とすようなペッカアイスゴーレムからのエターナルトームを使っていってホグライダーたちを守っていきます。最後一発のヒーローどこで使っていくか。
こっちの、バラクタホグライダーはちょっと一旦見捨てる形になりまして、で残り34秒で、ここで最後のヒーロー使っていく。おーっと、ここに来てのバネトラップは少しきついかもしれませんが、まだ分かりません。残り時間もだいぶあって、星2の 95%、96% と伸びていって、全開嘘でしょ。まさかのアースさんが全開を取っていって決まりました。1試合目勝利したのはアースさんで、見事全開を取っていきました。お見事です。どうでしたジェクさん、アースさんの攻め。Yeah, the attack was obviously really good. It showed that he's a great player. Let's hope in Germany in the World Championship it's the other way around, maybe. ということで、今からもうリベンジに燃えているわけなんですけれども、罰ゲームはイブチェックさんが食らうことになりました。今回の罰ゲームはこちらとなっております。緑色のゴブリンにちなんで、緑の悪魔わさび山盛りのお寿司をご用意いたしました。題してわさびたっぷりゴブリン寿司ということで、こちらびっくりした。またイブチェックさんすごい怯えてる。大丈夫？口開けろ。オープンよ。開けろ。オープンよ。行くぞ。イブチェックさん来た。うわすごい。うわ耐えてる。いける。あのわさびの量は日本人でもきついレベルなんで、いかがでした？イブチェックさん食べてみてきつかったんじゃないですか？I got like a little heart attack first. I wasn't sure what's more difficult, those two barbarians or the food. It got hotter and hotter by time though. ということでよく受けてくれます。イブチェックさんに大きな拍手を。ということで、世界トップクラスの2チームにいろいろとねお話を聞いてきたわけなんですけども、次回はズバリその強さの秘密に迫ってみたいなと思います。それでは、また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。